な感じ。これに振り分けるのね。これでいいの？これに振り分けるのね。これでいいの？またしてもパワーストーンか。くそ、時空の波動で吹き飛ばしてくれろ。てめえ。隊長ベルガメ。だがお前もこれで終わりだな。最後に一つ面白いことに教えてやる。この世界は放っておいても滅びる。それを止めることができるのはここ私だけなんだ。この世界を救いたければ我に屈することだ。逃げられちゃった。親父！しっかりしてお父さん。親父！しっかりしろよ！ちょっと無理をしすぎたようだ。ベルガーさん。死ぬ前に話しておくことがある。私が生まれたのはまだグローシアンが支配者であった時代だ。当時の私は奴隷同様だった民衆を率い反乱軍を指揮していた。だがある時奴に捕らえられさまざまな実験に使われる羽目になった。それじゃあ隊長はベンゼルの実験のために。ああ、私の実験結果をもとに奴はゲベルとの融合を果たした。でもどうやって今まで生きてたの？生きてきたわけではない。時間を超えてしまったのだ。実験が終わり用済みになった私は殺されるところだった。だが私はパワーストーンを奪い逃げ回った。そして気がつくと時間を超えこの時代に来ていた。多分パワーストーンの能力だろうが。お父さん。カレンよ、お前には父らしいことをしてやれなかった。お前の母にはお前の本当の父になると誓ったのにな。え？お前の母は私の親友の妻だった。私もシエラを亡くし男で一つでゼノスを育てることが難しくなっていた。そして互いの子を連れ再婚した。それじゃカレンは本当の妹じゃなかったのか？今まで言えずにすまなかった。兄さんが本当の兄さんじゃなかったなんて。そんないきなり言われても。そろそろ限界のようだ。後のことは頼むぞ。絶対に奴を倒してくれ。シエラ、来てくれたのか。隊長。親父！お父さん。絶対に勝とうね。うん。
も目的地を選んで。早速話ってのを始めようじゃねえか。そうですね。まず今までのところをもう一度確認し、それからしかるべき対応策を考えるということで。まず私たちはパワーストーンでベンツェルの超回復能力を防ぎました。あとはどうやって奴のテレポートを防ぐ？聞こえているか、愚かな人間どもよ。やつか。愚かな人間どもよ、よく聞くがいい。私は今まで兵士や魔法使い以外には攻撃を仕掛けなかった。それは来たるべき我が支配のためだ。だが一部の愚か者のために私の気が変わりかけている。そうだ、これからは無差別に人間を殺す。なんだと？それを望まないならすぐさま我に屈せよ。だが考えをまとめる時間も必要だろう。そこで寛大な私は数日だけ待ってやることにした。まずはパワーストーンを差し出せ。それさえも拒むというならこの場で村一つを吹き飛ばしてやる。奴め、どこかの村を人質に取っているのか。さあ、パワーストーンを持ってブローニュ村まで来い。急いで来なければ私の気が変わるかもしれんぞ。村のみんなが人質に。ねえ、どうするのよ。どうするってのはブローニュのみんながどうなってもいいの？確かに村の人々のことが心配です。でもそのためにベンツェルを倒す決定的手段を手放してしまうという、こんな時デザリアンなら確実に渡さないと言い張るでしょう。二人はどう思いますか？渡すべきではないでしょう私もベンツェルを信用できません。で、どうするエリオ。わかりました。パワーストーンは渡しません。代わりに我々で何とかする手段を。大変です、陛下。どうしたのですか？市民がベンツェルに従えと城に詰め寄っております。なんだと？レイブス。あ、とっとと奴の言う通りにしろ。私たちにまで攻撃するって言ってるじゃない。お前たちあれが敵の罠だとわからないのか？戦う力のある奴はいい。だが俺たちはどうなる？そうよ、私たちに死ねというの？皆さん落ち着いて。すごいことになってる。どうなさいますか？このままでは収まりはつきませんが。一番たちの悪いことが起こっちゃう。どうしたら納得してくれるのかしら。皆さん聞いてください。これからパワーストーンを渡しに行きます。どうか落ち着いてください。本当か？本当です。皆さんの安全は我々が守ります。だから落ち
着いてください。そういうことなら。ごめんなさい皆さん、勝手なことを言ってしまって。仕方ねえよ。俺たちの敵はベンツェルであって市民じゃない。むしろ市民を守るのが俺たちの役目だ。そうだよ。だから気にしちゃダメだよ。ありがとうございます。それじゃあ早速パワーストーンを届けに行くか。その役目、私にお任せくださいませんか。陛下は私におっしゃいました。人々の生活を守れと。これぞ名誉挽回の機会です。それにあなた方が出て行き、ベンツェルにいらぬ警戒をさせたくはありません。ここは私めにお任せを。わかりました。パワーストーン。それじゃあ私が近くまで送っていくね。テレポートを使えば一瞬だから。かたじけない。着きました。ありがとう。あなたはすぐに戻ってください。奴に見つかってどんな行動を取られるかわからない。気をつけてください。よし、行くぞ。来たか。約束のものを持ってきた。村人を解放してもらおうか。交渉事は対等でなくてはいかんな。パワーストーンを見せてみろ。これだ。本物のようだな。よかろう。おい、村人を避難させろ。はっ。これでいいだろう。忌々しい使命だが、これさえなければ。これで私に弱点がなくなった。実にいい気分だ。さて、これで心置きなくこの村を破壊することができる。何？貴様最初から。約束など対等の立場でなければ成り立たんのだよ。この私と愚かな人間とで対等だと思っているのか。貴様。さあ、私の力を味わいながら死ぬがいい。さて、これで心置きなくこの村を破壊することができる。何？貴様最初から。約束など対等の立場でなければ成り立たんのだよ。この私と愚かな人間とで対等だと思っているのか。貴様。さあ、私の力を味わいながら死ぬがいい。くそ、やっぱりこうなりやがったか。アーネスト。僕がまたそうなんて言わなければ。悔やんだって始まんねえ。そんな時間があったら奴を倒す手段を探そうぜ。
あんたらか。見てくれこのありさま。ひどいもんさ。私たちのこと怒らないの？怒る？どうしてさ。だってパワーストーン渡しちゃったのって。そりゃ仕方ないさ。大方他の人たちに脅かされたんだろ。あんたたちは何も悪くないさ。悪いのはあのベンツェルとかいうやつさ。畑がダメになったのさ。だからもう一度作り直すさ。もともとこの村は何にもないところにオラたちが作ったんだ。幸い怪我人も出なかったし、村を作り直すだけで元通りさ。俺たちを守ってくれたインペリアルナイトさん、大丈夫かな。傷がひどかったからバーンシュタインの兵隊さんに引き取ってもらったんだけど。この辺りは大丈夫だったんだね。これは一体どうしてしまったのですか？母さん。ベンツェルがね、この村の人を人質にしてパワーストーンを差し出せって。それでパワーストーン渡したのにこの村を壊しちゃったの。パワーストーンを渡した。今もベンツェルが持っているのですか？いや、奴はその場で壊しちまったようだ。そんな。やっぱりいけなかったでしょうか。パワーストーンが壊されてしまったなんて。それではベンツェルを倒したとしてもこの世界を救う方法が。詳しく話してくれ。パワーストーンが時空制御装置の要だという話はしましたね。あれがなければ制御装置は動きません。つまりこの世界を維持できないのです。現在徐々にではありますが、2つの世界は元の位置に戻ろうと離れ始めています。それを止めることができるのは時空制御装置、もしくは時空を操ることができるベンツェルのみ。それってベンツェルの言いなりになれってこと？降参するしかないってこと？悲しいことですが、パワーストーンをもう一度作るには少なくとも一国の民ほどのグローシアンが必要になります。事実上不可能としか言いようがありません。つまりベンツェル以外世界の分離を止められる者はいません。奴を倒したところで世界は破滅に向かうってわけか。だったらベンツェルに支配された方がいいっていう人いっぱいいそうだね。うん、そう思われても当然だもんね。俺たちが今までやったことは無駄だっていうのか。くそ！ここで諦めてしまうとあの人に笑われてしまいます。私は私で別の方法を考えてみます。母さん。アリオスト、あなたはあの人の息子なのですよ。最後まで諦めないで。もうルイセちゃんだけだもんね、グローシアンって。一国の民ほどのグローシアンか。私一人の力じゃそんなの無理だよ。みんなグローシを使えるといいのにね。グローシアンの力がもう少し解明されないとダメだ。アイリーンの治療法すら分かっていないのが現状だからな。そういえばブラッドレー先生ペンダントを調べてくれたかな。どの目的地を選んで。